はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。音と波形と言葉で表現する MD ジャックチャンネル。今回のレビューは何？はい、今回のレビューは、イーランドレゾナンス5です。5つのドライバーがまるで1つの生命体のように共鳴し合う、そんな静謐な音作りが詰まった新進気鋭ブランドの意欲作ですね。イーランド、なんだか楽しそうな名前だけど、中身はガチガチの技術派なんだよね。5つのドライバーに5本のチューブ、さらに 5way クロスオーバー。5へのこだわりがすごすぎて、思わず高まる。そう、これは単なる数字の羅列ではなく、それぞれのドライバーが持つ個性を数学的に、そして音響工学的に統合しようという試みなんだわ。まさに5つの魂の共鳴、レゾナンスだね。深いブルーのグラデーションに銀河のようなラメが散りばめられたフェイスプレート。遠い星から届いた未知の結晶みたい。未知の結晶か。確かにイーランドっていう新しいブランドの出発点にふさわしい神秘的な輝きだよね。そしてこの綺麗なプレートが5つのドライバーを1つにまとめる器になってるんだね。美味しい料理も素敵な器に盛られてるともっと美味しく感じるように、5つのドライバーっていう豪華な具材をこの綺麗なプレートがしっかり受け止めてる。そんな感じかな。ミミーちゃん、なかなか綺麗にまとめてきたわね。3D プリントで精密に作られているから耳への収まりはいいし、音漏れも感じません。本体が軽いのも特徴の一つです。さて、ドライバー構成は？はい、この子は 2TT、2BA、そして 1MPT という贅沢なドライブリッド構成です。お弁当ならハンバーグと唐揚げとエビフライの全部入りみたいなもんだね。例えが相変わらず食いしん坊すぎるけど説得力はあるわね。でもそれぞれ役割が違うんですよね。そう、特に注目すべきは超低域を担当するリキッドシリコンダイナミックドライバーだね。標準的なものよりずっと深くて密度の高い低音を鳴らしてくれるわ。そこに中域と高域の BA がボーカルの質感を整えて、一番上の超高域をマイクロプレーナー、平面駆動ドライバーが担当しているんですね。MPD が入るとシンバルの余韻とかがめちゃくちゃ綺麗になるんだよね。そうだね。でもこれだけ個性が強いドライバーを集めると音がバラバラになりがち。そこでこの子の真骨頂、工事クロスオーバーの出番だ。工事現場。ミミーちゃん、そうじゃなくて音の交通整理のこと。そういうこと。一般的なモデルより複雑な RLC 回路というものを使ってドライバー同士の干渉を徹底的に抑え込んでいるんだわ。5本のチューブで音の出口を分けたのも全ては共鳴のため。そっか、バラバラの楽器を指揮者が完璧にまとめ上げてる感じかな。そう、そんな感じね。はい、今回のサウンドチェックの比較モデルは、とにかくまず音聞いちゃおう。詳細はその後じっくりね。了解です。では早速サウンドチェック聞いてみましょう。ボリューム上がります。Using just so I get it close, cause I can't escape your love. Reaching out for myself a cup and another sip of us. Using just so I can get close, cause I can't escape your love. Now I'm hooked on you, baby. I don't wanna fight it. What am I supposed to do? Smoke another cheap thrill till I get to you. What am I supposed to say? Hey, just another quick fix till I get my way. はい、サウンドチェックでした。今回はイヤーチップにディバイナスベルベットを使わなかったんだね。なんで？それはレゾナンス5のノズル部に返しがついてなくて、ベルベットだとすぐ抜けちゃったから。手持ちでかろうじて抜けないものを一応4種測ってみた。一方バンドルイヤーチップは全て径が細めで抜けにくい。ああ、やっぱり広域に違いがはっきり出てますね。そう、メーカーさんもバンドルイヤーチップを装着するのをデフォルトとしているんだろうから、それに合わせる形でホワイトのイヤーチップを選んだわけ。ああ、それは納得の流れだね。
ここで改めてになりますが、なぜこの2モデルとの比較だったんでしょうか？まず KBE やミラージュも EPG-P50 もトライブリッド構成だということ。レゾナンス5との内訳の違いは上の通りね。イヤーチップも普段と違うし、ケーブルはレビューモデルにバンドルされているものを使うから、ミラージュも P50 の波形もいつもとちょっと変わってくる。そういう変化も面白いね。そうね。レゾナンス5は3万円台だから価格帯も割と近かったですよね。そうだね。ミラージュは収録音ではレゾナンス5に似た感じの印象だけど、違いはこの2箇所で収録音を聞いてもらうことで把握してもらえると思う。ミラージュはレジンシェルが綺麗なオールラウンダーってレビュー時に言った通り、そつなく、そして卓長もあまり誇示しないタイプのモデル。一方 P50 は発売から1年ちょっと経つけど MPD を2機搭載した完成度の高いモデル。2023年頃から広域用に搭載されるようになってきた MPD は今やすっかりおなじみという感じ。そうですね。その P50 はこの辺りの帯域がレゾナンス5と正反対な特性を持つだけあって、ボーカル、ブラス、ストリングスなどが前に出てくる感じで厚みがありました。そうだね。特に歌物をよく聴く方にはおすすめ。レゾナンス5は構造や各ドライバーの周波数帯の役割分担をすごくオープンにしているので、その図を波形に重ねてみた。5本のチューブが最終的には3本になるんですね。2DT で 800Hz までの帯域と 9kg 以上のマイクロプレイナーが途中で1本にまとめてありますけど、帯域が被らないから影響ないってことなんでしょうか？そうだろうね。実際にそれぞれの範囲に EQ を限定して各帯域の音を聞いてみて、1と2の帯域を DD2 機に分けてるのはやっぱ有効だなーって思った。キックやベースは他の帯域の成分もたくさん入っているから、ここだけ聞くとブオンブオン鳴ってるだけだけど 200Hz までで1機を贅沢に使えてるからね。他のメーカーさんもこういう役割分担しているんでしょうか？多分そうなんだろうけど、イーランドさんみたいにここまでオープンにしていないことが多いからあんまりわからないんだよね。あと3のミッドレンジ BA が結構重要なポジションってことも再認識した。ここにボーカルやメロディーの中心となる帯域が入ってるってことですよね。うん、下から順に帯域を混ぜてきて、この帯域が加わった瞬間音楽として成立するみたいな感じだったよ。へえ、じゃあその上の帯域はどうなるわけ？帯域単独で聴いちゃうとシャカシャカ鳴ってるだけで音程もはっきりしないけど、全体を合わせて聴いた時にボーカルはしっかり明るく出るのに視察音はほとんど感じないし、シンバル系がお見事というか存在感はあるけどうるさく感じない。すごくスムーズに聞こえてくる。やや芯の薄い感じはするけど、ハイハット、クラッシュ、スプラッシュ問わずいいね。4の BA と5の MPD のコンビネーションの良さが分かったような気がした。最初の主張ではちょっと広域がきつく感じたんでしたよね。うん、波形見てもこの辺りがよく出てるし、収録音の比較でも分かったでしょ。そうでしたね。でも15分ぐらい聞いてると脳が対応してきて見通しの良さがすごく心地よくなってきた。ミラージュ10機とも聞き比べたけど、レゾナンス5を基準にするとミラージュの抜け感がちょっと物足りなく感じてしまう。感覚的にはナイス HCK-NX8 オリジナルと TI の違いみたいな感じもした。レゾナンス5ってそんなに良かったの？うん、いいね。クリアで刺さらない広域、トランジェントの速さ、空間、レイ、聞き込んでいくと見通しの良さとしっかりした低域に支えられて、なんかあんまり言うことないって感じなんだよね。その割に随分喋ってたけどね。きっとそれだけ感触が良かったってことなのよ。そっか、あとは買うか買わないかの決断だけってことだね。はい、ということでイーランドレゾナンス5のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。